こんな山道で援護したら大変だ。明るいうちにクラックまで行かなくちゃ。ちゃんと走ってくれよポンコツ。大丈夫ですか？怪我ありませんか？バカ者、どこ見て運転しとるか。人一人引き殺しとるところだぞ。私が不死身でなければな。ああ。ひどい車だな。ヒーターも効かんのか。寒くてかなわん。すみません、借り物なもんで町まで我慢してください。ああ、そうだ。これでもいかがですか？ブランデーか。この安物で体の中から温めろというわけか。すみません、安物で。もっとスピードは出ないのか。お急ぎなんですね。でもこれで精一杯なんです。止まれ止まれ、おら。構わん、突っ走れ。セミオナフ、金を返せ、この詐欺師じじい。人を詐欺師呼ばわりするとは失礼なやつだ。許せん。出てきやがったな、セミオノフ。なんとか言ったらどうだ。何をするんですか？哀れな奴らだ。目先の欲にとらわれなければあんな目に遭わずに済んだものを。あんな目って。でもあれはあなたが。そう、私のおかげであんなスリリングな一瞬を味わえたというわけだな。スリルのない人生などない方がマシだ。そうは思わんか、若いの。私キートン、太一キートンです。保険のオペをやってます。私はアンドレイ・セミオノフだ。ああ、ロシアの方でしたか。では追ってきた人たちも？ああ、奴らは元 KGB、今はロシアンマフィアだ。ロシアンマフィア？私と違って人生の楽しみ方を勘違いしている間抜けな連中だ。ソ連が崩壊して少しはまともな国になったかと久しぶりにアメリカから帰ってみれば、ああいうアホどものせいで母なる祖国は臨終間近の重病人のようだ。まったくモスクワで食ったボルシチのまずかったこと。ボルシチのまずいロシアなんて断じて許せん。見ていろ、私は必ず祖国ロシアに本物のボルシチを取り戻してみせる。それでロシアンマフィアとどういう関係で？私は奴らに真の人生の楽しみ方というものを教えておる。まあいわば教師だな。教師ですか。出てこい、セミオノフ。金を返せ。さもないと命をもらうぞ。金の亡者どもがたった10万ドルぽっちで。10万ドル？あの男たちの顔を見たまえ。欲がどんなに人を醜くすることか。わかったわかった、今行くわい。やかましい。キートン君、とりあえず出よう。よーし、観念したようだな。しかし残念だ。もう少し時間をもらえれば君たちも多額の配当金を手にできたのにな。キートン君、
君はオプだそうだが、何度か危険な目にも遭ってるんだろうな。いえ、そんなには。そうか。ではいい機会だ。目いっぱい楽しもうではないか、この危機を。さあ行こうか、キートン君。おい待て。やったぞキートン君。どうだ、思い知ったか。じゃんじゃん振り折ってこの雪目が。頼みもしないのに送ってくるダイレクトメールじゃあるまいし。でもあなたの祖国をナポレオンやヒトラーから守ったのはこの雪ですよ。ああ、その通りだ。だが祖国を守ったのは雪だけではない。多くの血が流されたんだ。しかし雪はその血も覆い隠してしまう。まったく雪ってやつは。おっと、クソったれめが。いや、すまん。急ぎましょう。天候が変わりそうです。どうだ、私が雪に悪態ついたおかげで吹雪いてきた。これで奴らを負けるってもんだ。でもそれは私たちが無事に町に着けたらの話です。何を弱気になっとるか。こんな吹雪じきに晴れる。ええ、吹雪は当分続きそうです。体力を消耗しないためにこの辺でビバークするべきです。こんなところでグズグズしていられるか。町には暖炉にうまい酒、女たちが待っとるんだ。ああ、待ってください、セミオノフさん。クソ忌ましい雪見。そうやって私を試そうとしているんだろうが、私は不死身だ。私は負けんぞ。気分はいかがですか？どうやら君に助けられたようだな。私というよりあなたの嫌いな雪です。雪はその複雑な結晶の間にたっぷり空気を捉えています。その空気が断熱材の働きをするんです。あともう一つ私らが助かった理由がある。私が不死身だったからだ。吹雪は止む気配はないのか？ええ。ああ、これをどうぞ。チョコレートです。コートのポケットの隅に一つだけ入ってたんです。君はいいのか？ええ、安物ですから。お口に合うかどうか。試してみるか。うまい。この一粒、君に大きな借りができたな。いや、そんな。どうやってこの借りを返したものか。よし。あいにく私は何も持ち合わせていないが、吹雪に閉じ込められた君の退屈な時間を楽しいものに変えてやろう。え？とてつもなく莫大な秘宝にまつわる話があるのだ。秘宝？そう、秘宝だ。秘宝？面白そうですね。ぜひ聞かせてください。君はニコライ2世を知ってるかね？はい。ロシア帝国最後の皇帝ですよね。1918年、レーニンの革命政府によって家族と共にシベリアで処刑されました。
保険の調査員にしてはよく知ってるな。ええ、考古学や歴史もちょっとだけかじってまして。ではニコライ2世の残した財宝については？彼の残したロマノフ家の遺産は総額約80億ドルと言われています。そうだ、プラチナや有価証券もあったが、何といっても500トンもの金塊だ。でもその金塊は革命後の内戦のどさくさで東へ運ばれ行方不明になり、今もシベリアの大地のどこかに眠っていると言われていますよね。他にもいろいろ説があります。日本の関東軍が手に入れ満州建国の資金にしたなんてとんでもない話もあるくらいです。みんな想像力の乏しい強欲のやつらがでっち上げたつまらない話だ。ああ、今までの話は全て金塊が東に運ばれたところから始まっとる。しかしだ、もし金塊が西に運ばれていたとしたらどうする？西？でも当時は第一次大戦中でロシアの西部はドイツ軍に占領されていたのではありませんか？どうやら楽しんでもらえそうだな。ニコライ2世の側近にニキータ・ボルコンスキーという男爵がいた。彼は1916年秋、革命勢力の台頭と迫るドイツ軍に帝国の崩壊を予期した皇帝からの重大な密命を受けた。それは500トンの金塊を英国に運ぶことだった。英国に？そうか、確か当時の英国王ジョージ5世はニコライ2世のいとこだった。その通りだ。皇帝は2つの危機に備えたのだ。一つはロシアがドイツに占領された場合、金塊を資金にイギリスに亡命政府を作る。そしてもう一つは革命勢力に皇帝が投獄された場合は金塊を身代金とする。なるほど。密かに金塊を首都ペテルブルグから運び出したニキータ卿は北極海に面したアルハンゲリスクからドイツ軍の攻撃を避け英国へと船出した。時折北極から流れ出てくる氷山と濃霧に悩まされながらもイギリスへとニキータ卿一行は突き進む。はい。彼らが一番恐れていたのは何だったと思うね？当時の政界権はドイツ海軍のもの。そうか、Uボート。その通りだ。歴史上初めて大々的な実戦配備された U ボートは英国やロシアの艦船を恐怖のどん底に陥れた。1917年春の3ヶ月間に800隻が U ボートに撃沈されたという記録もある。ではその船も U ボートに？そんなありふれた結末ではあのチョコレートのお礼に値しない。ではどうなったんですか、その船は？そうせかすな。出港して6日目、ノルウェー沖250マイルに差し掛かった時だ。見張りが濃い霧の切れ間に船に向かってくる黒い影を発見した。U ボートですね。ああ、彼らもそう判断した。そこでニキータ卿は U ボートを避けるために急速転進を命じた。操舵士が気づいた時には遅かった。船体は氷山によって真っ二つに割れ、金塊もろとも沈んでいった。海に投げ出されたニキータ卿は見た。間近に迫った黒い影が浮上してくる。 U ボートだ。いや、それは巨大な北極クジラだった。クジラ？そう、
初めっからその海域には U ボートなんかいなかったのだ。ということはですよ、そこに一匹のクジラがいなかったら金塊は英国に運ばれ、ニコライ2世は生き残り、ロシアの歴史も全く別のものになっていたということですか？その通りだ。それでニキータ家は？投資寸前にノルウェー漁船に拾われ、ペテルブルグに戻ってじきに亡くなった。その航海記録を記した日記を幼い息子に残してな。残されたニキータ教の妻と息子は革命勢力から逃れ東へ向かった。しかしシベリアの吹雪の中で2人は内戦に巻き込まれ、妻は命を落とし、孤児となった息子は難民たちと共に中国へ流れて行き、香港で国際赤十字に保護されアメリカへ送られたそうだ。しかしそんなすごい話、どこで仕入れたんですか？それは秘密だ。さあ、町までもうすぐだぞ、キートン君。一杯やりながらもっと面白い話をしてやろう。ああ。ルルン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 ルンルルンルンルルン。伏せて、セミオノフさん！奴らだ。なんてしつこい連中だ。セミオノフ、よくもホラ話で我々から金を巻き上げてくれたな。ホラ話だと？失敬な。とぼけるな。お前がプロの詐欺師だということは調べがついてるんだぞ。ジタバタせずにおとなしく10万ドルを返せ。はは、あんなものとうの昔に使ってしまったわ。何？奴ら左の丘の陰にいます。右も左もないわ。こんな真っ平らなところで逃げも隠れもできん。二人とも撃たれるぞ。昨べの話だけではあのチョコレートのうまさの借りを返した気にならん。あ、立っちゃいけない。やいやい、私はここだ。連れの人間は何の関係もない。撃つなら私を撃て。セミオノフさん！ただし私を撃ったら金塊の謎は永遠に謎のままだぞ。セミオノフさん！さすがだな。確実に心臓を撃ち抜いた。当然の報いだ、詐欺師め。ああ、ロマノフ家の金塊などというホラ話で金を巻き上げようなんて思い上がったことをするからだ。なんてことを。あんな安物のチョコレートの一かけらのために、あなたは。あのおぼら話だけで十分でした。本当に昨夜は楽しかった。安物でもうまいものはうまい。セミオノフさん。でもあなた心臓を撃たれて。なぜか生きとる。あ、これだ。この日記帳で助かったんだ。親父が守ってくれたのか。親父？日記、ニキータ・エー・ボルコンスキー。ニキータ？まさかセミオノフさん、ニキータ教の息子って。これで分かったろ。私が不死身だということがな。スリルがなくて何が人生だ。そうだろう、キートン君。はい。さあ、町入れて一杯やろ。借りは全て返した。今度は君のおごりだ。あいにく持ち合わせがないんでな。
そういえば奴らからせしめた10万ドルはどうなったんですか？それだ。それに関してまた面白い話があってな。夢の途中で君に気づいた遠く淡い声うなるた景色がリアリティかなってる意識の中探していた空優しさに巡り会えたら時が伝えたまだ白い景色を風に揺れて歩いてくただこの手の中に触れていたくていつまでも夢ながら人は一生のうちにどれだけ学ぶことができるのか。情熱を失わない限りどこにいても学ぶことはできると、あの人はそう教えてくれた。人がいて集まる場所がある限り、たとえどんなに困難な状況だとしても学ぶ喜びは等しく得ることができるのだと。次回、屋根の下のパリ。